格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。もう成人式って2人とも行った？行った。ゲーム友達がいなかったからよく覚えてない。マスターっぽい。いつかちゃんは？私もちろん行きましたけど、着物なんで狂いすぎて書きました。いつかちゃんっぽい。ちなみに俺は行ったけど俺も覚えてない。俺っぽい。成人式はどうでもいいよ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。鉄拳のプロゲーマーのちくりんさんとダブルさんと誰だっけ？のびです。座って。今週は鉄拳プロゲーマーの3人をゲストにお迎えしてお送りする鉄拳ワールドツアー2019ファイナル凱旋スペシャル。今宵のお客様1人目はダブル選手。世界屈指の展開の速さを誇るスピードスターとして知られています。そしてのび選手、豪快な攻撃で観客を沸かせるエンターテイナー。ダブル選手とともに2回目のご来店です。3人目のお客様はちくりん選手。努力の天才と言われる長崎県在住の強豪プレイヤー。先日ある偉業を成し遂げました。皆さんようこそ。そしてちくりんさん優勝おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。昨年12月にタイのバンコクにて開催された人気格闘ゲーム鉄拳7の世界大会鉄拳ワールドツアー2019ファイナルでちくりん選手が見事優勝しました。ちくりんさんがこうやって来てくれたっていうのが優勝して、別に2人がまた2回目来てくれたっていうのも嬉しいです。もちろん。でもやっぱりそのワールドツアーですごく目立った日本人選手の活躍っていうのがあったと思うんですよ。パキスタン勢、韓国勢は強いと言われてる中で、この3名がしっかりと上に上がってトップ8に上がったと。僕たちも目が覚めたっていう言い方かもしれないんですけど、パキスタンが本当に強くなってきて、日韓ってもともとずっとライバル同士だったのが、僕たちもすごい危機感感じて、その合同練習するようになったんですよ。その日韓が協力してむしろパキスタンを倒そうみたいなイメージに変わって、すげえ。そのオフライン対戦会で日本人も韓国の人たちもプレーするようになりました。いや勝たしたくないんですよ。やっぱりずっと今まで日本韓国が強いって言われて1年で急に来ていろんな大会めちゃくちゃ勝ってきて、いや意地と誇りをかけた。それは正直あって。うわ、のびさん男らしくて超かっこいいね。パキスタンの選手3人入ったんですけど、その3人ともがなんとトップ8に進出できなかったんですよ。驚きましたよね。でもその結果を出したのは日本の選手が頑張ったっていうのが一つあるんですね。どうだったのダブルさん。やっぱり、ちょっと待ってこのブロックいないんですよ。いないの？じゃあお前ノータッチで上がってきたの？いないです。でも僕は老輩にあれですよ、教えましたよ、パキスタンの癖を。もうだから対策をじゃあ一緒に練ったんだ。言うは言う同士なんで、本当に一緒に協力してパキスタン倒そうよって言われて。なんだろうね、同じ女の子好きになった男同士ってこんな感じなんだろうね。でもその中で優勝してるのがちくりんさんっていうね。素晴らしい。振り返ってみていかがでしたか？まずトップ8ダブルさんですよね。初戦がこの2人。ちくりん選手トップ8の初戦はダブル選手との日本人対決に。もう削り取れるという判断ですね。冷静。ダブルさんの悪い癖って最後に甘えちゃうんですよ。大事なところで割とぽいぽい。本当にそこだけが理由で自分勝って、例えばそのリスクがある2発目上段の技を出し切ったりとか、焦った時に出し切る癖があって、最後の最後でそれが来て、ちょっとラッキーだったのかなっていう。フルセットフルラウンドまでもつれる接戦。ダブル選手が追い詰めますが、連勝態だぞ。動力のラストサムライ、ここで上は動力を光らせる。出なかった。どうなる。劣勢になりながらも一瞬の隙を見逃さなかったちくりん選手の勝利。最後の2分の1の中段をガードされたら150万ぐらいなくなるんですよ。いや250万。ちょっと待って、何それ。逆に打ち切るってのもすごいけどね、中段。そうですね、もう出し切って負けるってことはもう決めてたんで。そうなんだ。はい、出さないで負けるぐらいならもう絶対に自分が通ると思った選択肢は出すって。かっこいい。なんであんまり苦はないっすね。いやめっちゃ後悔してました。終わったどういうやってこうやってやってたんで、これ打たなきゃよかったじゃん。鉄拳勢面白いな。そしてのび選手の相手は韓国の宿敵ニー選手。日本韓国それぞれのトッププレイヤーとして切磋琢磨してきた2人の対決に。
まあでもノビと2位といえばやはり一時期の鉄拳を本当に引っ張ってきた2人がそのトップ8の初戦で当たるっていうのはその見てる側からしたらものすごいドラマティックだったんですよ。僕が使ってるキャラクターってドラゴノフっていうキャラクターなんですけど、ヒザさんが使うキャラクターには明らかに不利なんですよ、キャラの相性相性的には。でもうそれは僕分かってたんですけど、どうしてもこのキャラ1本でいきたいなって気持ちが強すぎて、その1試合負けた段階で熱くなっちゃって、その僕もヒザさんに対して本当は用意してるキャラクターがいたのに、やっぱいいやドラで行こうと思って負けちゃったのがすごい後悔してます今も。熱くなったせいでじゃあ250万取りこぼしたってことね。そう俺はそうお前は2分1じゃん、俺は熱くなったからその2位選手を下し決勝まで勝ち進んだチクリン選手。一方ルーザーズで怒涛の勢いを見せたのが韓国の次世代の星と言われるウルサン選手でした。韓国の若手で一番強いと言われてるウルサンっていう選手がものすごい強さになりましたよね。大会でいきなり覚醒するかなんか分かんないですけど、最後ルーザーズに落ちてからの強さが尋常ではなくて、それでグランドファイナルはウルサン VS チクリンさんっていうまたそのね戦いがすごかったんですよ。そして迎えたグランドファイナル。チクリン選手はこの時のために用意していた秘策で会場を驚かせます。豪気を選択してるのは豪気だウルサン選手との戦いのためだけに練習してきた豪気を満を持してぶつけます。自分なんかその2ヶ月前ぐらいから豪気の対策のために豪気を練習してたんですけど、20人出る中から誰がきついかって考えた時にそのウルさんの数見でどうやっても自分の中でギースで勝てるビジョンが浮かばなかったんですよ。でもウルさんには絶対豪気で行こうって決めてウルさん用にずっと豪気を練習してたんですよ。ここ一番の秘策も功を奏し2戦選手、そしてどうだしっかりどうなる今まで激ヤまであと1ラウンド今までの全てを出せ。ゲージ取る極老会有利つなが正直きたそのままいった優勝濃厚かレイジ前レイジ前中段極老会耐えるウルさんしっかりがいくダイヤス一発で終わるぞ落としはかけてるんだ。終わってみれば3対0のストレート。チクリン選手が見事世界一に輝きました。世界一に中学生の頃からなりたかった15年越しの夢を達成です。チクリンなんかそう優勝した瞬間にみんながガッて来てくれたのが本当に嬉しくて、日本が今一つになったんだなみたいな。なんかでも一緒にやっぱ練習したチームメイトが勝つってことは僕たちもやっぱり嬉しいですし、その報われたなっていうのは分かりました。ダメだ、鉄拳の試合を早く見たくなってきてる。これもういいですかね、やってもらっちゃっても。プレイヤーに行きましょう。ということで今週のゲームは人気格闘ゲーム鉄拳7。12月のアップデートで新キャラが追加されました。今回はスペシャルということでお客様3人には番組初となる三つどもえ戦で対戦していただきます。最初の試合はのび選手 VS ダブル選手。よろしくお願いします。こっち8年やってる俺この業界。なるほど。ちょっと基本的にあんまり自信がない時はないんで、まあ今日も勝てるかなみたいな。なんだどっちなんだわかんない。出たぞ、ダブル節が出たぞ。始まりました。壁のあるステージです。壁に追い詰められるとこの鉄拳は非常に攻めが強力になるので、そうならないようにお互いに技を出し合っている。でこのドラゴノフの持っているシャープナーという強力な下段攻撃に対してこのローはなかなかいい反撃を持っているので、そういう点では、技を打つときは気をつけなくちゃいけません。速い展開だからうまいぞ、ポメルスイングです。確かここですね、このシャープナー。しかしワンツーですぐさまカウンターを取っていくのはダブル。これでレイジになりました。攻撃力上がるんですけども、そこを削ろうという動き、大下段スレイライドで削り取ってきた。まだ2本あるから持っていいぞいいぞ、なんかいい感じ。まずはのびだが、そしてここでハイキック、この上段キックがカウンターキックすると空中コンボ半分減りました。この壁を生かすことでさらにダメージをうまいぞ。背面からドラゴンラッシュでもうコンボがもう完全に相手を煽る気のまんまの。このゲームっていろんな動きができるんですけど、もう一見相手を舐めてるようなコンボができるんですよね。でもしっかり体力を計算して倒しきれるようにコンボを変えましたね。倒しきれるように舐めたわけです。そうですそうです。大道芸ちゃんと成功してるわけだ。お互いにラウンド取り合って3ラウンド目、ここはワンツースリーシュルームスマッシュがカウンターヒット。壁に少しずつ近づいてきているんですが、そこに対してダブルが技を打つことで壁から脱出。
なここはっと反撃。これでダブルはレイジ状態だ。攻撃力上がってますよ。だよこれまだまだ死なない。さあレイジアーツレイジ状態から空中コンボ、最後はレイジアーツでフィニッシュ。華麗な逆転劇でした。これでダブルがリーチ。楽しそうにプレイしてもらってると見てるこっちもなんか笑っちゃう。さあがこれで壁際だ。壁コンボからの置き攻めポメル出し切りに対しては反撃を返していくダブル。しかし依然ノビがこのダブルを壁に追い詰めている状況です。速い展開だがフラッシュナックル割り込んでいく。追いついてきたぞ。ここも反撃。レイジのダブルやっちゃうぞお前。やるのかやるのか。スマッシュ。プレーだけでなく煽りも攻撃的なスタイルのノビ選手。これでフルセット最終ラウンドへ。これでファイナルラウンド。一進一退じゃん。煽りが中段ワンツー返していく。横から失礼して投げは抜けています。見事投げは抜けている。お互いに非常に集中できております。中段さあしゃがんでいるがちょっとレバー跳ねしまった。カウンターこれ暴れるの君。やばいよこれ。どうする？下行くよ。中段下段と見せかけて最後は中段でした。まずはノビがダブルに対して勝利。これが8年っすね。これが8年、重みがちょっと。鉄拳7で番組初の三つどもえ対戦。まずはノビ選手がダブル選手に勝利。続いては鉄拳ワールドツアー優勝のチクリン選手が登場です。この新キャラのリロイ・スミスってキャラは最近すごい練習してますんで、ちゃんと使いこなせるかまだ不安はありますけど、出し切りたいと思います。昨日オンライン対戦でなんかあんまり強くない理論に8連敗しちゃいました。あんまり強くないって言ってんのがまたいいよね。でもここで勝ったら勝ちなんで、はい、まあ、そんな感じです。任せろ。チクリン選手は注目の新キャラリロイ・スミスを選択。やり込み始めたばかりのリロイがどこまで通用するのか。あもう強い。何がこの棒は実は1試合に1回しか使えない超必殺技なんですよね。いきなり使ったの。それを開幕で使ってきました。そういう戦略なんですね。まずはカウンターヒット。そしてダブルが先手です。壁際逆パンツ左アッパーなので小技も非常に強い。下段を2つなんか強そうな感じ。左アッパ感じの。小技が非常に強いんですね、このリロイというキャラクターは。下段持ちはこれは知らない可能性がありますね。初めて見たその技。しゃがみ状態からの下段キックからアッパーで浮かせる連携があるんですけど、新キャラだと知らない連携がいっぱいあります。下段からプレッシャーかけてきます。おいよこいよ、これは当てると出ました。キャラクターはですね、さまざまな状況から相手の攻撃を受け止めてさばいて攻撃できるんですよ。英春拳ってそういう格闘技なので、ここはしっかり反撃。おお投げは取っている。いいぞー。いいぞいいぞ。今日もスライドしてる。ダブルが取り返しました。出し切っていく。これ反撃があるように見えてないんです。アッパーで浮かしていくのはダブル。カモンは必殺技の時だけ言うセリフじゃないんだ。浮かして壁際ワンツー RK からキャンセルして、この下段がものすごく強い。さあ小技だけでもうダブルの体力は残り4割。ここでさばいていくのはダブル。レイジのチクリンどうするか。出し切り。あっと14でスマイルウーパンでおっと当て身している。何団地来ましたね今。これはねガードの技の準備モーションなんですけど、なぜかそのガードの技の準備モーションにもさばき状態に手を出すとその攻撃をさばくことができるという動きだったんですが、スクリーンまで持ち込んでいく空中コンボ。そしてこの空中コンボがですね、このリロイおじいちゃんめちゃくちゃいるんです。なんかおっと出た。これが、発生10フレームからカウンターヒットでなんと50近くのダメージを。これはしてるぞ反撃。ダブルクレイジードライブ出し切っていく。ダブルはレイジを消失。しかしカウンターからつないでどうする。レイジドライブ。どうなるか。接戦の中意表をついた攻撃でダブル選手が見事勝利をつかみ取りました。
完敗でした勝者ダブル。おお面白くなってきたんじゃないこれ。まあまあそれで世界を取れると思ったらまあいや取ってんだよねこの人取ってんだよ。まあ、大会の話もそこそこにね、ちくりんさんそのものの話を聞いていきたいんですけど、興味ある。長崎にお住まいでそこでやっていると、まず鉄拳をやり始めた理由というか。もともといろんなゲームを、マリオとかバイオとか、ストリートファイターとかいろいろやってて、で中学生の時に鉄拳4が友達の家にあって、それをやると本当に面白くて、あまりにも面白すぎてもう毎日その友達にいてバーサス100まで絶対やるとか、もうテスト期間中でも早く帰るよっしゃ鉄拳できるとか言ってもうずっと鉄拳やったりとか、そっからもうのめり込んでいきましたね。そこからアーケードに行くようになったという感じでしょうか。当時ってインターネットもないんで、もう10連コンボできているだけで自分たち最強と思ってたんですよ。でいざゲームセンターでやってみるとめちゃくちゃ強い人たちがいっぱいいて、わすごいなと思って、本当この人たちに勝てるようにもなりたいし、このゲームで本当世界一強くなりたいなって思って、もうそっから本当に練習とか頑張るようになっていきましたね。お二人からしてちくりんさんってどんなプレイヤーなんですか？でも逆に歌広場さんからしてちくりんってどういう人だと思います？控えめじゃないですけど喋り方も丁寧だし、鉄拳のプレイヤーの見方変わるなーって俺2人しか知らなかったから。バカ系って思ってるんですかうちらの？いやそういうわけじゃないですけど業界一バカは彼なんですよ。間違いない。これは分からん人もそう思う。どう見ても好青年じゃね？そういや僕も一番初めにちくりんと付き合いだした頃はすごいいい具合の距離で喋ってたんですよ。まずじゃあ1個、ついこの間のタイの大会に僕たち行った時になんかエピソードがあるの？初日は着いて次の日はインタビューとか撮影があったんですけど、僕に言われたのはあなたにとって鉄拳とはっていうのを英語で言ってきて、で僕にとって鉄拳はなんか仕事です生活ですみたいなこと言ってて、ちくりんもなんて言ったのって言ったら鉄の拳ですって言いました。直訳と思って鉄拳の意味ってだから鉄拳の意味っていうのはインタビュー受けて、鉄拳の意味を聞かれるわけないですよ19人全員に鉄拳の意味聞くはずないやん。確かにっていうのもそうですし、プロライセンスマッチって年間に2回ぐらいあるんですけど、その人のプロフィールっていうのがあって、自分の本名、生年月日とかっていうのがあって、それを運営さんに LINE で送んなきゃいけなかったんですけど、座右の銘って書いてあったんですよ。そんななんか面白いの僕考えたりして言ったりしてて、で控え室の時に「ちくりんなんて言ったの?」って言ったら「水亀座で」って言ってて「水亀座?」怖い自分の生年月日の下に座右の銘って書いてあったから星座の銘みたいなこと。いやちくりんさん何がすごいかってそういう風には見えない。そうなんかいでたちとか話し方がすごい知的に感じるのに、でもなんかそういう癖があるのが熱意が全部鉄拳に向いた結果優勝したっていうんだから、鉄拳は素晴らしいんで、いいと思います。鉄拳7三つどもえ対戦も終盤戦、決着は最後の試合に委ねられます。君は世界一だと思うけど、こっちは世界5位だから。でも意味が全くわからない。意味がわからないけどものすごい自信だ。世界一位は取りましたけど、まだこれ1からなんで本当まだ初心の気持ちを。保険かけてく自分も保険かけてたんだよなさっき。ラストはのび選手 VS ちくりん選手、勝つのはどっちだ？ということで始まります最終戦になります。これで勝ったらねこの3人で最強ってことになりますから。そう犬もね呼べるんですよ。しかも犬もね気分で攻撃しなかったりするんでなんだそれ。なかなか面白いです。言うことが聞かないね。はい、言うこと聞かないです。始まりました1ラウンド目。このリロイ、おーっと避けることができない。なぜなら振りすぎるからマイナス8フレームの状態から、フレキシブルベルを出したんですけども、そこを潰されてしまいました。この1ラウンド目はこのドッポという構えからの攻めで、ちくりんが圧倒しました。横からしゃがみステータスなさらずステージの中央だが小技が非常に強力なこのリロイ、特に左パンチからまたこれは知らないぞ。のびさんが防戦一方だよ。わからん殺していきますね。これは有利な状況から出し切り、これはマイナス13、非常に遠いです。2発目下段パーフェクト KO。 圧巻のパーフェクト勝ち。新キャラに対応しきれていないのび選手ですが、ここから徐々に巻き返していきます。
のびさん。のびさん頑張って頑張ってのびさん。 2ラウンド連取でチクリンがリーチ。 e スポーツガッツは RK。 わーっとフレキシブルエルボーで柔軟に対応していきます。出し切り壁際コンビネーションリッパー体力半分。チクリンが追い詰められております。ドラグノフのいいとこ出してけどるね。しっかりと13ホール返していく。見事甘いキャンセルからおカウンター。これは逃げだ。シャープなオレンジ出していく。レイジのチクリン出し切り。おーローキック届いている。今のは e スポーツじゃない。ノーギが取り返しました。いいよいいぞ。なんかもうねゲーセンの頃の感じ出てる。下段出し切っていく。クースマ削り合いになっている。下段をしっかり返してうまいぞ。大地いいぞ。ブレイライド。自分が本名で応援しているやつは初めて見ました。今のそこ自分のこと下段しっかりガードしている。もう一回シャープなガードしている。ここは出していいか。さあ2-2です。ファイナルラウンド。やっぱこうじゃなきゃ。はいやりプラ8。打っていきますがシャープで返しておお下段さばき。すごいすごいすごい。高い連続技にしていくか。中段壁際側面壁際で剥がしてすごいダメージ。さらにシャープなジャンプパンチダメージ。奈落やろ俺。しかしこれ側面壁際で大きなダメージにならずに済んだ。アサルト。0対2から意地を見せた執念の勝利。これで2勝となったノビ選手が三つどもえ対決を制しました。おめでとう。勝者のみおめでとう。 e スポーツ e スポーツまあこれが世界5位ですよね。はいなめんじゃないよ。わかんない。分かんなかったけど。すごい。普通に負けましたね。でもなんか自分の中で課題がすごいできたんですごい面白かったです。今後やることもたくさん増えたと思うんで、ありがとうございましたありがとうございました。今日の感想をですね伺っていきたいと思います。今日はこういう場ですいません。別に何の問題もなかったよ。いいぞ。ちょっと本物が香ってきたぞ。今日はこういう場で、世界大会で、日本人が全員目立てましたよっていう報告ができて、とても嬉しかったです。のびさんとちくりんさんと今年も力を合わせて頑張っていきます。普段練習してる仲間とはいえこういう感じのエキシビションマッチってやっぱり楽しいんですよ。本当に僕いつもはあんな感じなんです。みんなでオフラインやってても終わったら獅子舞になりますしなんか世界大会優勝してもああいう風にやっていきたいので今年はタイトルをいろいろ取れるようにもっともっと努力して頑張っていこうかなと思ってます。みんなでこうワイワイできて本当に楽しかったですね。であと報告ができたっていうことと、自分のバカさ加減を全てお披露目することができたという肩の荷が下りてるね。ちょっとそうですね軽くなったっていうのと TWT も今年はできればリロイ使いたいと思ってますんで結果出せるように頑張りたいと思います。ということで本日のお客様は、ダブルさん、のびさん、そしてちくりんさんでした。またのご来店をお待ちしております。またねー。またねー。来週の格ゲー喫茶ハメジュンはキングオブファイターズ14、アバオ選手、ラニア選手がご来店。